回は山形県の各所を回ってきました。訪れたのは、初日は山寺へ、2日目は羽黒山へ、3日目は鴨水、三居倉庫、銀山温泉へ、最終日は岡間展望台、熊野大社を訪問しました。山形旅行で最初のポイントに向かいます。最初のポイントは有名な山寺です。まず腹ごしらえを兼ねて車を駐車しにやってきたのはふもと屋さんです。ふもと屋さんでは500円で駐車できて、お店で1500円以上利用すると駐車が無料になります。今回は昼食に山形名物の板そばをいただきました。ゲソ天がついてとても美味しかったです。こちらが登山口です。この石段を上がって山道に向かいます。登って見えてきたのが根本中道です。山寺の総本堂でご本尊として薬師如来坐像が安置されています。堂内には大きな木造の承福布袋尊が安置されています。自分の体の悪いところと同じ部分を撫でると病気が治ると言われており、多くの参拝客に撫でられてツヤツヤです。参拝の後で御朱印をいただきました。根本中道の近くにある比叡神社です。現在では珍しいお寺の中に神社がある神仏集合です。こちらも参拝の後で御朱印をいただきました。それではいよいよ山門を通って奥の院に向かいます。ここから石段をおよそ800段ほど登っていきます。登り始めるとすぐにとても神聖な雰囲気を感じます。こちらは乳母堂です。ここから上は極楽浄土と言われているそうです。巨大な火災輪を左手に見ながら石段を進みます。聖域らしく厳かで、歩くだけで心が落ち着きます。石塔の背後には巨大な岩壁の百丈岩がそそり立っています。この辺りが四寸道と呼ばれるところです。確かに14センチほどしかなさそうです。気をつけて歩かなければつまずきそうです。ここは蝉塚です。松尾芭蕉が静かさや岩にしみ入る蝉の声の名句を読んだとされる場所です。背後には先ほどの百丈岩が迫っています。続いて弥陀洞が見えてきました。巨大な岩肌に阿弥陀如来の姿が見えると、幸福が訪れると言い伝えられているそうです。見えるとよかったのですが、残念ながら見えませんでした。ようやく仁王門が見えてきました。石段を約650段登った中腹にある美しい欅造りの門です。
幕末の頃に建てられたため、松尾芭蕉が訪れた時には現在の姿ではなかったそうです。次に見えてきたのは正倉院です。伊達政宗の母、義姫の位牌が安置されています。ここで相方は御朱印をいただいていました。さらに進んでいくと売店があってびっくりです。便利なんだけど、なんだか観光地化がすごいかも。そして現存するシーンの一つの中世院を過ぎると、ようやく大仏殿と奥の院が見えてきます。やっと到着しました。手前が大仏殿で、その右奥が奥の院です。ここも御朱印をいただきました。お参りを済ませたので、何箇所かのポイントを見ながら戻ります。こちらは死因の化蔵院と、その横の三重鐘塔です。三重鐘塔は高さは約 2.5 メートルほどで、鎌倉時代に建てられた築800年以上の国の重要文化財です。そして山寺といえばこの景観の開山堂と農協堂です。さらに開山堂横の石段を上がると五大堂があります。五大堂は断崖絶壁に突き出た天空の舞台です。三方が崖に面してパノラマ絶景が広がります。長い石段を登ってきたご褒美というべき素晴らしい景観が楽しめます。山寺駅も見えました。五大堂の中には千社札がそこら中に貼られてました。見応えのある景色を堪能したので、それではそろそろ山を下ります。四寸道など下りの狭い場所でも手すりが完備していて安心して歩けます。下りながら見える景色もすがすがしく感じます。巨大な火砕岩が見えてきたので、あともう少しです。ようやく出口です。お疲れ様でした。出口近くのお店で山寺名物の力こんにゃくをいただきました。疲れた体に染み込む味で美味しかったです。山寺は今回が2回目の参拝でしたが、松尾芭蕉が俳句を読むのも納得の心の安らぐ、とても厳かな素晴らしい場所でした。今回も動画をご覧いただきありがとうございました。今後もどうぞよろしくお願いいたします。